さあ、次はビザの申請だよ。ビザの申請って一体何？ビザ申請っていうのはね、アメリカに入国するのにふさわしいかを前もって判断してもらうことなんだ。のりこちゃんの場合は留学だから、非移民ビザの中の F1 という学生ビザを申請するんだよ。そうなんだ。まずは手元にパスポートと I-20 を用意。それからパスポートサイズの証明写真のデジタルファイルも準備してね。準備 OK。 ちなみに記入する情報がとっても多いから、申請書の記入を完了するのにだいたい1時間半くらいかかるんだよ。そんなにかかるの？いっぺんに全部入力するの？心配しないで。入力した情報を途中でセーブして、後から入力画面に戻って完了させることもできるよ。早速オンラインでビザ申請書を作ってみよう。はーい。まずはアメリカ大使館のウェブサイトにアクセス。ビザサービスのメニューから非移民ビザのタブを選んでクリック。 DS160 オンライン申請書の作成というリンクをクリックして進もう。学生ビザの F1 ビザに限らず、非移民ビザを申請する人はみんなオンラインで申請書を作るんだ。説明をきちんと読んだら DS160 オンライン申請書サイトをクリックしてね。全部英語だ。どうしよう。大丈夫。画面右上のセレクトツールティップランゲージをイングリッシュから日本語に直すことができるよ。よかった。試しに Get Started が書いてあるところにカーソルを合わせてみて。開始って出てきた。これは何だろう？ビザ申請を行う場所を選択してください。なるほど。私の場合はジャパン。ジャパンって実際にタイプすると、ジャパンのドロップダウンメニューがすぐに見つかるよ。本当だ。私はジャパン、東京と。ロケーションを選んだら、スタートアンアプリケーションをクリックして次に進もう。これが大事な君の申請 ID 番号だよ。さっきも言ったけど、入力を途中で中断する場合、途中まで入力した情報を保存することができるんだ。再度入力画面に戻るとき、この申請 ID 番号が必要になるから、必ずメモをしておこう。入力を始める前にセキュリティクエスチョンに答えて進んでね。お母さんのお母さんの名前ってことはおばあちゃんか。ここからが実際の申請書の記入になるよ。まずは自分の名前を英語と日本語で記入。小川のりこ。今度は漢字で小川のりこと。これはノーだな。これもっと。わ、いっぱいある。どれを選べばいいの？わからなくなったら、この愛のアイコンをクリックすれば詳しい説明が日本語で表示されるよ。なるほど。私は独身だからシングルと。ちょっと待って。次に進む前にインターネットの回線が切れたり何かあった時のためにセーブボタンをクリックして入力した情報をセーブしよう。はい。長い申請書だから入力した情報が途中でなくなったりしたら大変。こまめにセーブボタンを押すようにしよう。自分に該当しない箇所は Does not apply をチェックしよう。これは該当しないな。あ、これもっと。電話番号はハイフン抜きで入力してね。次はパスポートに関する情報の記入ね。パスポートブックナンバーって何？パスポートブックナンバーは日本のパスポートを持っている場合ない番号だから Does not apply だね。 Does not apply。 渡米の目的。のりこちゃんの場合大学留学だから F 一般学生および語学学校生を選んでスチューデント F1 を選ぶよ。到着予定日？まだ飛行機のチケット買ってないんだけど、どうしたらいいの？これは大体の目安の日で OK。 じゃあ8月の中旬に行く予定だから15オーガスト2014と。滞在予定期間も大体でいいのかな？うん。じゃあ1 year。 アドレス？滞在予定先住所？
そんなのまだ決まってないよ。大丈夫。まだ決まってなかったら留学先の学校の情報でも OK。 I-20 に学校の住所が書いてあったね。あなたの滞在費用を支払う人、お父さんだからアザーパーソン。リレーションシップトゥーユーはペアレントだね。今までのアメリカへの渡航歴情報、アメリカに旅行や長期滞在をしたことがある人はパスポートの記録と照らし合わせてきちんと入力してね。のりこちゃんはアメリカは初めてだから簡単だね。はーい。米国内、連絡先、個人名、団体名、これも留学先の学校の情報で大丈夫？ OK。 これはお父さんとお母さんの情報だから簡単。親戚も誰もアメリカにはいませんと。その調子。セーブボタンを気づいたら押すようにしてね。はーい。現在の職業、教育、トレーニングの情報。私は学生だからスチューデント。ここは私の今通ってる学校の情報ね。現地通貨で月収雇用されてる場合、私のバイトの給料を入力するの？学生ならアルバイトの収入を記入する必要はないよ。 Does not apply。 前職がありますか？これもバイトならノーを選んでいいのかな？ここからはセキュリティと経歴に関する質問が続くよ。他の箇所と同じようにカーソルを合わせれば日本語が表示されるからしっかり読んで質問に答えてね。はーい。追加の連絡先情報？まだあるの？もうちょっとだから頑張って。ここは日本にいる人で家族以外の連絡先を入力したらいいのね。お友達や大学の先生でもいいの？ OK。 セービス情報。ここが入力する最後の情報だよ。留学する学校からもらっている I-20 を読んでしっかり最後まで間違いのないように入力してね。できた。さあ最後に写真をアップロードするよ。 600×600 から 1200×1200 ピクセルのサイズ内に収まるパスポート写真をアップロードするんだ。もしオンラインで写真がうまくアップロードできなくてもそのまま進んで大丈夫だからね。アップロードしなかった代わりにビザ面接の時に写真を持ってくれば問題なし。それなら安心だね。最後は今まで入力した情報を確認する作業だよ。間違いがないかしっかりチェックしてね。はい。さあついに申請書提出のステップ。この申請書を作成するために誰かの援助を得ましたか？トムに助けてもらったけど、これはイエス？ノー？これはね、誰かにアドバイスをしてもらったか聞いているのではなくて、自分以外の誰かがこの入力作業をしたかどうかを聞いているから。ノーだね。さあ入力した情報の内容は自分の責任のもとにありますということをパスポート番号と画面に表示されている番号を入力してサインをしたことになるんだよ。なるほど。サイン&サブミット。お疲れ様。最後にコンファメーション、確認のページを印刷するよ。プリンターがない場合は自分にイメールして後で印刷することもできるよ。やっと終わった。トム、ありがとう。よくできました。でもこれでまだ終わりじゃないよ。ビザ申請書料金の支払いと面接予約をしなくてはいけないからね。まだ終わりじゃないの？